ファイナルファンタジー14雑語りコーナー。この動画は2025年12月16日にリリースされたファイナルファンタジー14のパッチ 7.4 について別に1本の動画にするほどじゃないけど思ったことを書き集めた冷蔵庫の残り物みたいな雑談動画です。字幕こそつけるんですけど一発撮り、構成適当、編集適当ということで適当にお楽しみください。ただ 7.4 のネタバレはあるんでよろしくお願いします。オープニングも流さずに早速いきます。冒頭の魔法陣26受けからなんやねんこれ。12月の19日水曜日に成功法で極グラシャラボラスを攻略した私。今回の肝は魔法陣展開だな。この対処方法の考え方をいかに分かりやすく伝えるかが攻略動画の肝。メガネクイックイ、原稿カタカタ、図表カキカキ、編集セコセコ。これなら分かりやすいだろう。頭も回らなくなってきたし、一旦おねんねしてリフレッシュした頭で最終チェックして攻略動画出しちゃおうかな。翌日パーティー募集文、脳死法カス。一応知らない方にご紹介すると、今回の高難易度コンテンツ極グラシャラボラス討滅戦では魔法陣展開っていうメインギミックがありまして、本来だと魔法陣が乗らない位置に臨機応変に動きながらギミック処理していくっていうのが、多分想定外なんですけど、めっちゃ楽にこなす脳死法っていうのが乱されて、で何かっていうとタンク2名とそれ以外の6名に分かれてマップ前方に陣取って魔法陣がどこに動こうが全く微動だにせずバリアと軽減とタンク LB2 で耐えしのぐというやつ、いわゆる26受け法と呼ばれてるんですが、それが今主流になってます。でもともと成功法で求められるその臨機応変な動きっていうのをどう考えてやるかってところに注力して私は攻略動画作ってたんですけど、一夜にしてどなたかが考えた26受け法に塗り替えられてしまって、成功法の考え方の解説が丸ごとボツになって動画のアイデンティティが失われたことに切れてるっていうのがさっきのくだりです。とか言いつつ実際はビジネスブチ切れで手戻りが発生するのは、それは早期に攻略動画なんか作ってる方が悪いのであって、そんなことより毎度のことながらよく考えるなって感心しました。人の解放をトレースすることでしか生きられない私としては、単ヒラ1名ずつが狙われるっていういつもと違うつき方、普通ああいうのってヒラ2名じゃないですか。なんかそうじゃないつき方には違和感こそ覚えたんですけど、でもそこから先頭使わなかったんでマジすごいなって、どっかの動画で言ったか忘れたんでもう一回言うんですけど、そのファイナルファンタジー14のバトルを面白いって感じる瞬間の一つにグリッチ感があるって私は思ってます。グリッチっていうのはご承知の通り一過性のバグとかそのバグを使って有利な行動を起こすことを指していて、そういうズルって楽しいじゃないですか。ゼルダのティアキンとかでも足場とか一応用意されてはいるけど、いろいろなんか手持ちのアイテム組み合わせてお手製の足場作ってそれ爆発させて爆風で吹き飛んで目的地に行くとか、そういうズルができるじゃないですか。でそのズルができると楽しいっていう、あれと同じノリですね。最近レイドでよく見るのが今回の5区でもあったんですけど、塔中心の連続頭回り攻撃、あれってタンク1人が無敵でしのぐとなんかわからんけどズルしてやった感ありませんか？私タンクやってて瞬間が1、2を争うほど好きなんですけど、でもその行為って別に一過性のバグをつくものじゃないからグリッチではない。なんで今回グリッチ感という風に呼んでます。で話のスケールが違うだけで魔法陣展開もそのせっかく開発が準備した、おそらく今回の5区の目玉ギミックだったところを不動でボタンを押すことで全パターンなんとかできるっていうズル感が楽しいと思うんで、それに1回クリアすればいいだけじゃなくて、その少なからずの人が極武器とかマウントのために周回する必要がありますし、それでかなりの時間持ってかれるので、不特定多数で攻略した時に事故るリスクを減らすっていう意味ではやっぱり合理的な解放だなというふうに思います。ただここも程度の問題かなと思っていて、例えば極ゼレニアみたいに一番ややこしい魔法陣の6式だけをタンク LB3 でなんとかするとか、あとパンでも煉獄三層の魔引創性極を極8人式で乗り越えるとか、なんかそこだけ楽しても他むずいとこあるとかだったらまだなんかあれなんですけど、今回の極ってもう魔法陣を26受けしちゃったらもうね、バマジクとアドルだけ打って満足してるお前が言うなって言われたらほんますいませんなんですけど、でもちょっと寂しさが先行したのも事実でした。ファイナルファンタジー14のバトルの面白さにダンス感があるっていうのはヒゲこと坂口さんが言い当てていたことで、26受け法にはその合理性とグリッチ感っていうのはある一方で、成功法でやった時に得られるそのダンス感っていうのは失われてるんで、次はきちんと最前提としてダンスしてえなーって思いました。バトルデザイナーの方何卒よろしくお願いします。でもあれですね、どういう最強解放が生まれようが脳死法って言葉は微妙ですね。なんか言われてみれば治安最強の14において
脳死法っていう強い言葉だけ普通に使われてるの確かにめちゃくちゃ異質だなって思いました。なんか誰かが今回の26受けって脳死法っていうより脳筋法じゃねって言ってて頭よってなりました。なんか脳みそが筋肉みたいなアホでもできるって意味では脳死法と同じくなんか自虐的なニュアンスを具備しつつでも実際の病気と直結する言葉ではないので今後は私も脳筋法って言うようにします。ちなみにそういう意味ではパンでも煉獄霊式二層の過壁死とかも実際の病態を表す言葉なんであれはいいんだって当時思ったことを思い出しました。余談でした。ちなみに極自体はもう BGM が最高すぎたんで最高でした。 BGM つながりで言うとトレノも良かった。トレノは大昔に私がヤマダ電機のピアノコーナーで必死に練習していたことがある2大ピアノ曲の一つなんで思い出深いです。メインで眠らずのうんちゃらっていうアイテムを分け与えていたかと思うんですけれども、あれは9のトレノが眠らない街トレノと呼ばれていることに由来するからだと思います。前回のクレッセントアイルの蜃気楼の街で流れるファイナルファンタジー5の街のテーマもそうですけど、もうしっとりピアノアレンジ外さねえ毎回言ってる気がしますが、単純限界解雇中なんで思い出深い BGM が最新のゲームでええ感じで流れるだけでもうそれだけで十分なんですよね。それだけで供給があるっていうのは幸せなことなんや。メインの話も単品で見た時には良かったです。良かったんですけど、なんかパッチ 7.3 の終盤でウィンタラキリみたいなこと言ってたんで 7.4 はいよいよウィンタラーしてくんのかなと思ってたんですけど、あんまウィンタラーじゃなかったんで、ウィンタラーじゃないんだと思いました。 4.5 ヶ月のメインお預けがきちーって感じます。気長に待ちます。もう一個 BGM つながりで言うとトム・モレロ良かったです。この前銀河特急ミルキーサブウェイっていうアニメをおすすめされてそれ自体も面白かったんですけど、その主題歌が1977年にリリースされたキャンディーズの銀河系まで飛んでいけっていう曲で、私今年で20歳なんで当然知らなかったんですけれども、この曲もめっちゃいい曲で、ミルキーサブウェイも YouTube で見られるんで曲ともども見て聴いてほしいんですけれども、何が言いたかったかっていうと、ミルキーサブウェイのキャンディーズ14のトム・モレロみたく現代のコンテンツを摂取する過程で往年の名コンテンツも摂取する機会を提供してくれるの嬉しかったです。歌詞もめちゃくちゃアルカディアのストーリーに合ってましたしね。てか合いすぎじゃね？トム・モレロからもらった楽曲の歌詞をベースにアルカディアのストーリー作ったんかっていうぐらい。興味ある方はググって Google 翻訳にぶち込んでみてください。ヘビー級自体は順当なシナリオだったと思うんですけど、ブルボン君の生還の説明が尋常じゃなく雑で草でした。やっぱり14はゼノスみたく完全に心臓が止まる描写がないと生還チャンスを残すもんなんだなって思いました。なんか誰かがノートで14は相変わらず男女の中の書き方が下手って批判してて、その人はレザラとユトロープをもっとちゃんと書けよって言ってたんですけど、私自身が見たいと思ってるかどうかは別として14って男女間の話薄いなっていうのは言われてはって気づきました。なきゃいけないってわけじゃないですけど、純粋に確かにってある。四つ言うと豪説、あれはちょっと違うような気がする。14のいい男女ネタあれあるやんけっていう反論募集します。ギミック自体は近年のノーマルレイドの中ではかなりシンプルかつ難易度もマイルドだったと思っていて、前回クルーザー級で動画出したように初見で面白く死にまくれたら動画のネタにしたろう思って下心全開で録画回してたら全然死なない上に4層で食洗機とエアコンと風呂の暖房がかぶってブレーカー落ちて家なしも録画も一緒に死んで散々でした。ヘビー級練式はめっちゃ楽しみなんですけど、従来からお話ししている通り私デイリーがめっちゃ苦手で、毎回この時期は切れながらエキルで回してるんですけど、回らなきゃいけない期間が通常の3倍に増えてデモチベートされてます。エキルで回せる人マジ尊敬します。前回のクルーザー級霊式3層でソーンデスマッチクソ野郎のせいで雑魚にエンムーリに打ちながらバーストする人権剥奪赤間やらされて、次のヘビー級までにちゃんと黒も使えるようになるぞって8ヶ月前に息巻いてた覚えがあるんですけど、急に信じられないほど赤間の腕の長さに柔軟性が生まれて、やっぱ極早期攻略中にスーパーエーテルガブ飲みしてルーシット回してバルレイズで絶頂するのが14やってて一番面白いし、もうヘビーも赤でいくかってなっちゃってます。歴史は繰り返す。クリモクだけ赤はぶらないように何卒よろしくお願いします。ところでストラテジーボード今のところ大喜利でしか見たことないんですけど、本来的な使い方してる人いるんでしょうか。今回極グラシャラボラスがどちらかというと3階が複雑というよりシンプルな3階が分かりにくい順番で来るっていう感じだったんで、ストラテジーボードが進化を発揮しやすいのってどちらかというと前者だからちょっと逆風だったような気がする。これが霊式なり絶になってくると話変わってくるのかな。ただ床の緻密な模様を含めてそのマップ用にアレンジできるわけではないからな。せっかく横縦玉とかいうテキストもストラテジーボード上で記載できるんで、今回私もカンペをストラテジーボードで作るか悩んだんですけど、ちょっと結局安きに流れちゃいました。ゲーム8記載のストラテジーボードを使った方いらしたら使用感教えてください。レベル1無のバグ、3年以上14やってて間違いなく一番好きなバグでした。味わい深すぎるでしょあの生物。なんかギリギリクルザスセーブコーチにいそうだし、
ホットバー消してレベル1という表記とバーだけ残して撮影したかったんですけど叶わず。でも1個めっちゃ文句があって、3日後のホットフィックスで消してほしかったですね。あれはあくまで汚点としてすぐ消すからこそエモさが膨れ上がるんやろがい。運営分かってねえわーって厄介オタクになってました。別に悪い意味で言ってるわけじゃないんですけど、クレセントアイルの無限宝箱開けバグといい、14のバグって旗から聞くだけだとなんでそんなこと起きるんだろうっていうバグが多いですよね。なんか染色箇所がずれてましたとかそういうんだったら設定ミスったんだなって思うんですけど、レベル1が出てきちゃうとか宝箱が無限に開けられちゃうとか、大規模 MMO を運営する上での難しさとか、あと単純に12年積み重ねてることでの保守性の難しさとか、いろいろ大変なんだろうなって思いました。ダラダラ雑談以上です。7.4 面白かったんですけどキルレクレセントアイルは多分魔の塔が発表されてから8月31日のノリで配信頑張ると思うんで、その際は構ってください。皆さんの 7.4 の感想をぜひコメントください。こんな感じでたまにはオチのないダラダラトークも続けていくかわかんないんですけど、面白ければぜひチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタを X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。